やもう絶対譲らないです。絶対譲らない。絶対譲らないです。はい、ボーイズ&ビルズ TV でございます。今日もですね、晴天の中、素敵なオーナーさんと車に来ていただきました。お名前はレオと言います。レオさん、はい。年齢はおいくつですか？26歳になります。若いのにこんな渋い車を。どちらからいらっしゃいますか？愛知県の名古屋市から来ました。わざわざ実家が今神奈川県にあるので、ちょうど帰省のタイミングで来ております。お仕事は広告関係の仕事をしております。おお、なるほど。マンションのなんかの車庫保管ですか、これは？そうです。自分が住んでいるマンションの下の駐車場、屋内に止めてますね。屋根付き。屋根付きで。状態がとってもいいですね。何でしょうか、こちら車種は？ランドローバーのレンジローバーになります。通称セカンドレンジローバーと呼ばれていることが多い車ですね。そうですね。はい、セカンドってみんな言ってるやつですね。何年式？1997年式ですね。ということはレオさんの生まれた年とほぼ一緒。僕ちょっと早生まれなので、98年生まれなんですが、同級生というか同じ学年ですね、車とは。なるほど。はい、98年生まれと97年生まれと73年生まれでお届けします。レオさん、愛車遍歴を教えていただけますでしょうか？はい。三菱のコルトプラスというコンパクトカーからこのセカンドレンジに乗り換えました。どういう経緯でコルトからレンジに変わったんでしょうか？もともと乗っていたコルトプラスは、祖父が乗っていた車で、車検1年残した状態でちょっと譲ってもらったので、まずはそれ乗ってセカンドレンジに乗り換えたっていう感じですね。なんでセカンドレンジにしたんでしょうか？ちょっと遡るんですが、大学4年生、2019年の夏頃にちょっと音楽とかファッションとか車が好きなちょっと師匠みたいな人がいて、その方がお世話になってるショップにたまたまワンオーナーのセカンドレンジが帰ってきたっていう風な話があったので、ちょっとそれを紹介されまして。2オーナー目。2オーナー目。結構20何年も乗ってきて、それで引き継がれてどうですか？結構大切に乗らなきゃなっていう重圧はめちゃくちゃ感じてます。でも逆になんかその嬉しいプレッシャーと言いますか。そうですね。あとは前の方がすごく丁寧に乗ってたっていうのは記録も残ってますし、話はたくさん聞いてるので安心ですね。安心です。どういったところを気に入ってらっしゃいますか？やっぱりこの外装の深緑と内装のちょっとこうチョコレートっぽいブラウン。意外に思ったよりもブラウンが濃くてびっくりしました。なんか他のメーカーの車とはちょっと違った色合いで、なんかそこがいいなっていうのと、あとはやっぱりイギリス車ならではのこうですね、品の良さ、あとなんか逆にちょっとセクシーというか。わかります。そういうところも好きですね。 V8 の4リッターでしたっけ？ V84 リッターフルタイム4駆ですね。プラスエアサス。エアサスです。これね、どんな感じか非常に楽しみですけれども、あとレンジローバーの中でも初代のレンジローバー、いわゆるクラシックレンジローバーとこのセカンドレンジ、この2世代までがラダーフレームという、なるほど、いわゆる王道の四駆のフレームを積んでいるので、ラダーフレーム自体は多分あんまりこう乗り心地のいいものではないとされてるんですけど、ですよね。はい、揺れちゃいそう。揺れちゃうんですけど、そこをエアサスであったりとか、そういったところでしっかりとこう高級車としての乗り味を最終的に着地させてると、っていうところですね。絶対いいに決まってます。さあ乗ってみましょう。乗せていただきまして気持ちがいいですね。このアイポイントの高さ、コマンドポジションってですね、はい、運転席から見えるフロントのコーナーにあるちょっとこうボコッとした出っ張りがあるんですけど、そこをキャッスルコーナーと言いまして、おなじみですね。はい、現行のレンジローバーに渡るまで全部の車にこのキャッスルコーナーがデザインされていると。一応線入れたぐらいの、昔はボコボコってなってます。これは結構ボコってなってます。これはかなりボコってなってますね。それやっぱり視覚の良さといいますか。そうですね。そこを見れば車のその際というかが分かるので、コーナー右左折する時とかにどこが限界値かっていうのが分かるっていうのは一ついいポイントかなと思います。特に日本ね、道路市場は狭いですから、こんな大きい車だとね、ちょっと
怖かったりしますもんね。そうですね。それこそ本当になければ吸ってたなって思うこともちょこちょこあるんで。ああ、そうですか。はい。それほどやっぱり。そうですね。コーナーポールって存在するんですか、セカンドレンジって。存在するみたいですね。友人が乗ってるセカンドレンジにはついてるので。なんかついてても可愛いそうですね。なんか、愛嬌ありますね。ね、いいですよね。コマンドポジションっていう風にですよね。はい、よく言われますけど、普通の車よりも1個2個上のこう視点というか。本当に。やっぱりこの四角いボディも相まって面が広い。ガラスの今の車と違って窓がめちゃくちゃでかいんで、光がすごく入ってくるっていうのは、いいポイントだなと思います。初めて乗った時のこと覚えてますか？もうとにかくまったりしてるなっていう、なんかアクセル踏んだ時もなんか思ったより前進まないみたいな。ああ、なるほど。はい。結構その奥まで踏ませるタイプのその設定になってるので、最初乗り始めた時びっくりしましたね。全然前行かないなみたいな。2年間通って、はい、感動よりもそれが感想ってことはないですよね。もちろん感動しましたよね。感動しました。でやっぱり乗り心地がいいっていうのと、その段差を乗り越える時の優しいショックというか、かなりこうガツンとくる振動というかショックがかなり抑えられてるっていうのは結構びっくりしましたし、未だにやっぱいいなと思うポイントですね。なるほど。渋滞でさえなんか心地よくなって。そうですね。視界がいいから前がどうなってるか分かりますよね。はい。低い車だとね、はい、どうなってんだみたいなの見えないといかれるじゃないですか。そうですね。あとはその高速乗ってる時とかもやっぱアイポイントが高いんで疲れにくいっていうのはすごくいいポイントだなと思ってます。なるほど。それなぜですか？どういう意味で疲れづらいんですか？アイポイントが高いと。やっぱりちょっと先まで見通せるので、運転する時にこう予測しながら運転できるっていうのはやっぱアイポイント高いがゆえなのかなとも思います。結構遠出するのが好きなので、はい、休みの日突発的に長野行こうかとか。前日までは計画してなかった時に、はい、運転みんなで回して変わったりもするんですか？いや、もう絶対譲らないです。絶対譲らない。絶対譲らないです。疲れませんか？僕だったらすぐ譲るんですよ。喜んで譲ります。すごい運転長時間してても疲れないんで、はい、ついついやっぱ運転したくなっちゃうっていうのと、はい、あとやっぱり身の回りで大きい車運転してる人が少ないんで、まあ僕が運転した方がいいかなっていうのもあります。乗客の方もいいけどドライバーカーとしても最高ですね。なるほどね、はい、じゃないとね、そんなしょっちゅう乗ってられないですもんね。他に気に入ってるとこありますか？もう好きなとこだらけなんですけど、いまだに好きなのはこのウインカーの音がちょっと品がいいというか、ウインカーの音取ってみましょう。確かにちょっとウッディな感じもしますね。そうですね。なんかウインカーの音さえ品のいい感じというか、全体的な仕上がりの品の良さがもう。そうですね。さすがイギリスのロイヤルファミリーが乗るだけあるなっていうのは感じますね。出かけるのはもう山も海も街も問わずに出かける感じですか？なんかどこでもなんか似合いそうな感じしますけど、そうですね。本当にオールマイティーな車なので、まあ都会も似合いますし、海も山もどこでも似合うんで、本当どこでも行きますね。だからまあアクロでもね、もちろん行けますもんね。アクロも行けますし、車のデザインがやっぱり四駆ではあるものの、オフローダーしてないので、そうですよね。こう都会も似合いますし、なんか例えばその行ったことほとんどないんですけど、こういわゆる名門ホテルみたいなところのエントランスに泊まっててもなんか違和感のない品のジェントルマンというか、優しいんですけど、アクセルをベタ踏みするとすごい悪いそうなんですね、エンジンの音というか、悪いっていうかそのわかりますよ、やんちゃだなっていう V8 の片鱗が見えるところも好きなポイントです。やっぱね、品のいい男は、やんちゃな一面も持ってないと
男として一応入らないと、毎月じゃあ維持費全体トータル的にどれぐらいでしょうか？駐車場代と保険代、あとガソリン代、あと諸費用を入れて5、6万ぐらいですかね。結構距離乗る方の人間なんで。でもさっきの話、今のねガソリンの高さと100リッター入る、考えたらだけでって感じですけど、それでもそれぐらいで収まる？そうですね、極力燃費の消耗が早い夏の時期とかはちょっと夜以降に乗るようにして、無駄な燃料を消費しないように心がけたりとか、なんか車に対するいたわりも考えつつ。なるほど、この内装はどうですか？この内装がもう買ったポイントの一つというか、やっぱりイギリスならではのこう木が多用されているところとか、あとはレザーも今もうなくなっちゃったんですけど、コノリーレザーと呼ばれるもので、レザーもしつらいがすごくいいものですし、あとなんかこのメーターとか計器類に書いてあるその字、フォントがちょっと90年代っぽくて、ちょっと太めのフォントでいいですね。セカンドレンジで思い出に残ってるエピソードや旅とかありますか？そうですね、この車買ってから年1回ペースぐらいで祖父母と国内旅行をするんですけど、そのコルトに乗ってらっしゃったおじいさん？そうですそうです、その旅行もこのセカンドレンジで行っていて、それこそ祖父母の新婚旅行先が山梨県の八ヶ岳にあるところに、が新婚旅行先だったみたいで、そこに去年の秋口に連れてってあげたりとか。いいですね。でそれこそ八ヶ岳でちょっとこう高原なので、こういうセカンドレンジもう完璧バッチリハマっちゃって、なんかあの時は感慨深かったですね。いや本当にロンドンの街並みから、マンハッタンから砂漠から、高原まで全部合うという、もうなんでしょうかねこれ。なんか他の車にはない唯一無二なポイントっていうのはそこになるのかなと。しっくりきますよね。相当喜んでらっしゃったんじゃないですか、おじいさんとおばあちゃん。かなり喜んでくれまして。ですよね。なんか次はどこに行くみたいな話になるぐらい。もうおじいちゃんおばあちゃん孝行もできるこの懐の深い車でございますよ、これ。前のオーナーさんがワンオーナーでしっかり乗ってらっしゃったのが本当にいいポイントですけど、そういう車を皆さんねパッと巡り合えればいいですけど、これもご縁ですもんね。ご縁ですよね、レオさんも。そうですね、多分この車というか今乗ってるこの個体じゃなかったらセカンドレンジも買ってなかったんだろうなと思いますし、やっぱりそのもちろん憧れではあったんですけど、どうしても整備にやっぱお金がかかる車ではあると言われてますし、パーツもちょっと海外から輸入しなきゃいけなかったりとか、見てもらえるショップがかなり限られてきたりとか、結構その乗り越えなきゃいけない問題っていうのは割とある車ではあるので、なんかそういう運と縁とタイミングが僕はあったんで乗れてるっていう感じです。運と縁とタイミング、韻を踏んでないけどすごい気持ちいい言葉でしたね今ね。今後セカンドレンジ、どう付き合っていきたいですか？社会人になって、自分のお金で初めて買った車なんで、これからも末永く乗りたいなと思いますし、僕は車はあくまでも乗って楽しむものだと思うので、ちゃんと整備して、普段使いできる車にしていきたいなっていう気持ちですね。日々のコンビニからどこでも使えるように。そうですね。なるほどね。それは絶対そうした方が。お値段って、4年前と今では違うんですか、また。そうですね。今中古車サイトとかを見ていると、車体価格が150万か200万から、でプラスそこから多分ちゃんと整備とか車検通したりってなると、乗り出しで300、400万すると思うんですけど、この車はもともとそのショップの売り物ではなく、誰かが助けをつないでくれたらなっていう
思いがあったみたいなので。下取り車両かなんかですか？そうですそうです。前のオーナーの方がもう降りるねって言って車検切れるタイミングで降りたやつを僕は車検もう一回通して乗ったっていう、経緯があるので。なるほど。なので車体価格っていうのは支払ってなくて、整備代と、あとは車検代だけ支払ったっていう感じですね。そうなんです、はい、なんで多分この値段では乗れないだろうっていう値段で乗ってます。めちゃくちゃラッキー。はい。そうか。はい。じゃあそれはなおさら大切にしていく。そうですね。じゃあレオさん、はい、セカンドレンジ、はい、ズバリ100点満点中何点でしょうか？110点ですね。おっと10点超えた微妙に超えましたね、はい、200点とかじゃなくて110点、はい、10点の意味は？そうこの車に乗ってから、なんかこう新しい経験っていうのは本当たくさんさせてもらっていて、その上積みの10点ですかね。なるほど。はい、はい、今回はレオさんとセカンドレンジ、非常にですねおおらかな性格の方とおおらかな車で、すっかり癒されましたけれども、気持ちのいい回になったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。名古屋までお気をつけて。ありがとうございます。またね。